こんにちは、オズ D です。今回は簡単な素材で作れる簡易襲撃車トラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ガラス部分は動画的に見やすいように使用しており、他のブロックで代用いただいても大丈夫です。アイテムを処理できるゴミ箱機能を設置していますが、必要ない場合はオブザーバーなどは必要ないです。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。ではまずは襲撃車トラップを作るにあたり、注意する点を説明していきます。今回のトラップは襲撃車の塔を利用して作成します。ただどこの襲撃車の塔でも良いわけではなく、こんな感じで塔の周りに高い山などがない、平坦な場所にある襲撃車の塔に限ります。ですので襲撃車の塔を中心として、半径約50マス以内が平坦な場所に作成します。襲撃車たちが湧く範囲の高さは設置するベッドから、上下26マスの範囲に湧くのですが、横方向に関しては範囲が無限となっており、高い山などがあるとそっちに湧くこともあります。ですので襲撃車の塔の近くに高い山がある場合は、他の襲撃車の塔に作成することをお勧めします。では以上の点に注意した上で、早速トラップの作り方に移りたいと思います。まず最初に塔の周りを湧き潰ししていきます。その際に湧き潰し範囲として、原木の柱の1マス外側までが範囲となります。この範囲で塔の周りすべてにこんな感じで、ハーフや葉っぱを設置して湧き潰しします。あとは塔の中に他の敵が湧かないよう、松明塔で湧き潰ししておきましょう。最上階の階段付近が湧きポイントなので、この柱部分の下から2段目に仮ブロックを3つ設置。仮ブロックの手前部分にガラス板を、それぞれ3マス分の合計9枚設置します。そうしたら仮ブロックなどを20個設置して、一度塔から離れてビリジャーが湧くのを待ちます。しばらく待機しているとガラス板を設置した箇所に、ビリジャーが湧いてくれるので湧けば OK です。湧かない場合は一度ピースフルにして、元に戻して再度湧くのを待ちましょう。設置した仮ブロックは壊しておきます。そうしたら襲撃車が立っている場所の周り以外の、ガラス板と仮ブロックを壊しておきましょう。湧きポイントが特定できたので、一度ピリジャーたちは倒しておきます。この時強調がついてしまっても、後で消し方も説明するので大丈夫です。ここまでできたら一度方角を確認するために、石レンガなどを設置しておきましょう。石レンガは T 字の模様で方角がわかります。統合板での敵の湧き場所は北西となっており、画像の水色印部分が湧きポイントになります。方角を確認できたら北を向いた状態で、4つのブロックの右下に確認用で石レンガを設置します。石レンガの上以外のガラス板は壊しておきます。石レンガの左上の床を壊して、そこにソウルサンドを設置します。石レンガの左側にガラスを2つ設置します。反対側にも同様にガラスを2つ設置します。そうしたら今設置したガラスを、斜めにつなぐようにガラスを3つ設置します。ソウルサンドの斜め前のガラスの上に、仮ブロックを設置しましょう。仮ブロックの左右のこの面に、それぞれガラスを設置しておきます。仮ブロックは壊しておきましょう。ソウルサンドの上に水を流しておきます。板ガラスの左右にガラスを1段ずつ設置します。十字に設置したガラスの上に立って上を向き、天井部分にも同じ形で掘っておきます。この間部分にも水を流しておきます。下と同じように前後左右にガラスを設置して、中に水を入れながら上まで登っていきます。登っていく高さは最上階の床の高さから、35マス上まで同じように設置しながら登ります。動画では Y 座標が100になっているので、Y135 の高さまでガラスと水を設置していきます。天井の上あたりまで登った箇所あたりに、
このように仮ブロックを設置しておきましょう。上に登っていくとそのうちビリジャーが湧いて、上に登ってきてしまうので仮で止めておきます。あとは同じようにガラスと水を設置しながら、35マス上まで登っていきましょう。こんな感じで35マス上まで登れたら OK です。一番上のガラスの端から、葉っぱブロックを10個設置していきます。横部分2マスにも同じ長さになるように、それぞれ葉っぱブロックを設置していきます。反対側にも同じようにして葉っぱを設置して、横5マスの幅になるように足場を作ります。ガラスの後ろ部分を除いて、長さ12マス×幅5マスになっていれば OK です。一番後ろのガラスの上に高さ3段でブロックを設置。そのブロックの横に同じ高さで、2マス分ブロックを設置します。反対側にも同様にブロックを設置しましょう。奥の両サイドのガラス部分にも、同じようにブロックを3段で設置しておきます。一番手前部分のガラスの上にブロックを設置し、水を入れながら3段設置していきましょう。最後のこの部分には仮ブロックを設置しておきます。葉っぱの横部分にブロックを7つ設置します。そのブロックを同じ長さで、もう2段設置して壁を作りましょう。反対の端にも同じようにして、7マスで3段分ブロックを設置していきます。真ん中の柱の上部分から、手前側に3つブロックを設置します。両サイドにも同じ長さになるようにして、それぞれブロックを設置していきます。正面左側の手前のブロックの下から、手前に葉っぱを4つ壊しておきます。ブロックの下部分には大釜を設置しておき、中に溶岩を入れておきましょう。一番手前の部分にはこの向きで、オブザーバーを1つ設置しておきます。今設置したオブザーバーと向き合うように、反対側からオブザーバーを設置しましょう。オブザーバーに向かって大釜の方を向くように、ドロッパーを1つ設置しておきます。ドロッパーの上部分にしゃがみながら、レバーを設置して一度カチカチを停止させます。ドロッパーの右側の葉っぱを壊します。ドロッパーに接続するようにして、しゃがみながらホッパーを1つ設置します。オブザーバーの上部分にベッドを設置します。そうしたら下に降りて村人を連れてくるために、葉っぱの端部分から足場を落として積み上げていきます。ボートを引き上げる際に少し高さが必要なので、あと5から6個ほど高く積み上げておきます。村人をボートなどで運んできたら、リードをつけて足場で上まで引っ張っていきます。緑のパーティクルが出て、ベッドとリンクしてくれれば OK です。あとは村人をボートから下ろして、奥のどちらかのくぼみに入れていきます。埋めることができたら天井部分と同じ長さで、空いている箇所をブロック等で埋めておきます。ホッパーの上と右側にしゃがみながら、ラージチェストを設置します。チェストの背面側に接続するようにして、しゃがみながらホッパーを6個設置します。高く設置した仮足場部分は壊しておきましょう。外周部分の2段目の高さに葉っぱを設置して、落下や敵が湧かないようにしておきます。ホッパーの上部分にしゃがみながら、それぞれハーフブロックを設置します。両サイドのこの位置にそれぞれブロックを1つずつ設置。背面のこの角部分に追加でブロックを8つ設置します。先ほど1つ設置したブロックの先部分まで、同じ高さになるようにブロックで壁を作ります。反対側にも同じようにしてブロックを設置して、高さ8段の壁を作っていきましょう。背面側の3マスにも同じようにして、高さ8段でブロックを設置していきます。正面側のこのブロックにガラスを3つ設置します。今設置したガラスの上部分から、上から1段下までにガラスを設置します。ガラスの上部分にはブロックを設置します。一番上のブロックの上部分すべてに、
襲撃者が湧かないように葉っぱを設置します。中に入ってこの部分に水をせき止める用の看板をしゃがみながら設置しておきましょう。ガラスの下から2番目の真ん中部分と3段目の両端にそれぞれ看板を設置しておきます。あとは先ほど3枚設置した看板の上にも追加で看板を2枚設置しておきましょう。2段目の真ん中の看板の上に溶岩を流しておきましょう。看板の反対側の両端部分にそれぞれ水を流しておきましょう。こんな感じで水が止まっていれば OK です。残していた仮ブロックを壊して、そこに水を入れておきましょう。看板が設置されていないガラスを仮で壊して外に出ましょう。外に出れたらガラスは元に戻しておきます。あとは一度屋根部分に降りて、設置していた仮ブロックを壊します。仮ブロックがあった箇所にも、水を流してガラスで塞いでおきます。これで上で待機しているだけで、下から湧いたピリジャーたちが上がってきます。旗持ちが湧いて登ってきたら倒して、協調をもらうことで襲撃イベントが始まります。ゲージが溜まって襲撃者たちが、しっかりと湧きそうに湧いてくれましたね。あとは剣などで襲撃者を倒して、経験値やアイテムをドロップさせましょう。この際にドロップ増加がついた剣で倒すと、アイテム数が増えて効率が上がるのでおすすめです。また襲撃中にも下から旗持ちが上がってきて、倒すことでもう一度強調が付与されます。こうすることで襲撃イベントがずっと継続してくれます。ラベジャーは下に落ちる前に溶岩に当たり、そこで処理されるので大丈夫です。あとは残った襲撃者を倒すことで、最初のイベントが終了となります。ドロップしたアイテムはチェストに溜まるので、好きなアイテムだけ回収しましょう。回収し終えた後の不要なアイテムなどは、レバーを操作することでゴミ箱に移動します。アイテムを回収できて拠点などに帰る場合は、襲撃バーが溜まる前に一度ベッドを壊します。そうすることで襲撃イベントが発生せずに、拠点に帰っても何も起こらなくなります。壊したベッドを元に戻してパーティクルが出たら、再度旗持ちを倒すことで襲撃が開始されます。また万が一敵が屋根などに出てきた場合は、屋根をハーフブロック等で湧き潰ししておきましょう。それでもどこかに湧いてしまうなどがある場合は、湧きそうの幅を3から5に変えるなどをお試しください。いかがでしたでしょうか？今回は素材集めも難しくなく、サバイバル序盤でも作成することが可能な、簡易襲撃者トラップの作り方のご紹介でした。最初の方に発見したら作っておくことで、不死のトーテムなどが入手できて、サバイバルを進める上で、かなり楽になってくれると思います。よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただいた方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫